今日はね、アジサイを描いてみたいと思います。こちらね、玉アジサイですね。で、こちらはガクアジサイです。我が家のね、庭に咲いたんですが、本当はこれはもっと青いし、こっちはもっと赤いんですが、土質の関係か、どちらも赤紫っぽい色になってしまいました。これをね、描いていくんですが、どっちが主役ですかって言った時に、玉アジサイをね主役にした方が、ボリューム感が出やすいかなと思います。この菓子の上に、こんな感じでね置いてみようかなと思います。この玉アジサイの方は少しこっち向き、このガクアジサイの方はちょっと上向き加減にこういう風にね配置してみたいと思います。で、今日の菓子ですがウォーターフォードです。 3F サイズに切っています。絵の具の方はホルベインですね。クリムソンレーキ、オペラ、レモンイエロー、サップグリーン、コバルトブルーヒュー、コバルトブルー、セルリアンブルー、バンタンバー以上8色でやってみますね。じゃあ早速ね、下絵に入っていきたいと思います。これを全部鉛筆の線で描いちゃうと何のことかわからないよねっていう話になりますので、必要最小限の下絵にしますね。で、今日は光の設定を、左上からっていうことにしておきます。そうすると真ん中この辺りですので、こちら向きの玉アジサイがこんな感じで、こういうふうに入ってくるわけですね。そしてガクアジサイがこの後ろにこんな風についていますよ。こんな感じでやってみますね。これちょっとあまりにも濃く描きすぎていますので、ちょっと薄めておきますね。アジサイの花びらは4枚ですね、基本的にね。この花びらとおぼし、これは額から変化してできたもので、本当の花はこの真ん中にあるちっちゃいプツプツですね。これが本当の花ですね。花びらを描くんですが、一番やってはいけないのは、同じような形をきれいにね連続して並べるっていうことが一番やってはいけないことです。4枚ね同じような向きでくるっと丸く描きましたっていうのは一番まずいっていうことです。なので全部描く必要はないんですが、各花について言えば、それぞれね違う方角で違う風に見えますよっていう風に描いていく。絵なんかもねところどころに描いておかれるといいんじゃないかなと思いますね。当然ねついてる向きによって花の形は当然変わってくるわけで、こっち向きの花が全部ねハンコで押したように同じように見えるっていうことはありえない話になってきますのでね、このくらい描いとけばいいかなと思いますね。で、ガクアジサイの方は上向きっていうことですので、かなりねこういうふうに枝分かれしていってこれがよく見えるわけですね。飾り花の数が少ないためにね。だから横向きの場合は当然こういう枝も見えますよっていうことで描いていかないといけないっていうことになります。本当の花のこの塊もねそんなに大きく固まってはいない。結構パラ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 っとこう塊があるよっていう感じですので、そこのところのその透け感をかなりね、注意深く観察して要所要所でこう出していく必要があるかなと思いますね。こんな感じでねわずかですけど下絵を描きました。これじゃあちょっと不安ですっていう方はねもう少し数を増やして描かれたらいいんじゃないかなと思います。で、葉っぱなんかもね花に隠れてこの枝の途中からこう葉っぱが出るんですけど、途中までは花の下からこう覗きますので、花に隠れるっていうことが普通なわけですね。なので、書くとすればこういうことになります。ただね全部書く必要はないですよね、これもね。
ちょっとこのくらい書いておきますね。はい、今日着彩に入る前にやっとくのは、マスキング液でしっかりマスクしておくっていうことです。これをやっておくと着彩の時にかなり楽になりますので、これはしっかりねやっておかれるといいかなと思いますね。例えばこの花びら4枚のうち、この花びらはもう本当に真っ白く残したいなって思うところは、塗っておくっていうことですね。ここ下絵がないのでどうしましょうって思われるんですが、あらこんな感じかなっていう程度のことでいいので、ところどころにこういう白いね三角形の花びらの一部をマスクしておいてください。それからこの真ん中の白い本当の花のこのプツッと丸いのが、これが本当の花ですので、これもねマスクしとかれるといいかなと思います。だからこういうところにもねプツプツこうやってつけとかれると、そこが中心かなという感じになりますので、それとこういう絵ですよね、この絵も白く残した方がいいです。こういうのもねところどころにこうあるといいかなと思いますね。そして、葉っぱの葉脈ですよね。これもちょっとねこういうふうに白抜きすると非常に繊細な感じがしますので、ここもやっといてください。下絵がないのにどうしましょうって思われたら、ちゃんと鉛筆で描いて塗っても構いませんのでね、そこは臨機応変に。だからこの枝分かれしているこのラインですよね、これもところどころこういうふうに抜いておかれるといいんじゃないかなと思いますね。この塊をこうやってところどころにこういうふうにしていかれるといいかなと思います。こうやっといた上での話なんですが、マスキング液をちょっとね散らします。こういうふうに散らすので当然全然関係のないところへも飛んでいくんですが、それもありっていうことでちょっと散らしておきますね。これ絶対に散らさなきゃいけないっていうわけではありませんけど、散らしておくと結構明るい絵になりやすいんですね。試しにね散らしてみようかなと思う人はちょっと散らしてみてください、ね。はい、じゃあこれで乾かしますね。はい、マスキング液ね乾きました。じゃあ早速ね着彩に入っていきたいと思います。で今日はねなるべく明るく、どっちかというと爽やかに仕上げたいので、最初ねスパッタリングで下塗りをしていきたいと思いますね。青が主役っていうことでコバルトブルーとセルリアンブルーですね。ちょっと最初セルリアンブルー多めにしときますよ。これをこの青い丸アジサイの真ん中あたりですね、このあたりにちょっとねスパッタリングしますね。で、額アジサイの方にも入れます。で少しねコバルトを多くしてその次に置きますよ。でさらにこれにクリムソン入れますね。ちょっとこう暗い紫色っぽい色になりますね。でこれ別になんて言うんでしょう、色分けするっていうことが目的じゃないので、葉っぱの上もいいですし額アジサイ丸アジサイ関係なく置いてください。から黄色ですね。ちょっと黄色もね、画面全体をちょっと明るくしたいなっていうこともあって、この辺り
に、散らしますね。で、長い時間置かないで即スプレーで水をかけます。はい、じゃあちょっとこの辺りにもね葉っぱのイメージの下塗りをしときますね。ちょっとねこの色に、サップグリーンを入れたりバンタンバンもちょっと入れますよね。でこの辺りに散らしておきます。はい、これもねスプレーをかけます。であまりにもこう流れるといけないので、ちょっとねお水がちょっと多すぎますねって思うところをそっとね吸い取っておきますね。あくまでもねこれ下塗りですからあんまりね厳重に考える必要はないです。はい、じゃあこれでね乾かしますね。はい、じゃあね下塗り乾きましたので次の段階に入っていきたいと思います。でこの丸アジサイの方なんですが、これ花びらといってもこれ画空から変化してできた花びらなんですが密集してるわけです。でこれをこのまんまこう絵にしてもさほど綺麗でも何でもないわけで少しねやっぱり省略して描かなきゃいけないわけです。見た通りに描かないよっていうことが大前提ではあるんですが見た通りではないんだけど一応見ながら描くよっていうことは必要なわけです。花びらの数ですけど基本アジサイっていうのはこう4枚花びらがついてます。でそのうち、4枚見えることもあるんだけど場所によって3枚2枚1枚しか見えないよっていうことも結構多いっていうことなんですね。なので4枚の花びらが全部こっちを向いてこう貼り付けたように描いてしまうと、そんなことはないでしょっていう話になるわけですね。で埋め尽くすんではなくってある程度隙間を空けながらパラパラと描いていこうと思いますね。まずね純色のコバルトブルーだけでちょっとね数枚花びらを描いてみますね。でこれもねだから場所によって向きも変わるし、見え方も変わるっていうことを前提にして描くっていうことですね。で想像がつきませんっていう場合には本物をちゃんと見てこんな風につくこともあるんだねっていうことを確かめながらやっていくっていうことです。じゃあこれにねセルリアンちょっと混ぜますよ。セルリアンねちょっとだけ色がね明るい感じになりますよね。柔らかい青って言いますかね。でさらにこれにちょっとだけオペラを入れます。かなりね紫っぽくなりました、ね、神経質にならずに、どんどん描いていかれたらいいんじゃないかなと思いますね。少しずつね色を変えていってください。全部同じような色にしないっていうことが一番大切かなと思います。花びらの形もね細く見えたり普通の形に見えたりいろいろするわけなんで、それをまるでね規則的に並べたりしないっていうことですね。はい、このくらいにしときますよ。でこちらのガクアジサイの方ですが、少しねこの色も使いながら、ちょっとだけね赤みを増やすっていうことでいいんじゃないかなと思います。あんまり極端に青赤っていうふうに区別せずに描いていった方が上品な感じにはなりますよね。ちょっとだけ赤みをね増やして描いてみようかなって思います。からこのガクアジサイの本当の花の塊ですね。このプツプツ大きな塊としてある程度捉えていくっていうことで少しずつ細かい作業を入れていくっていう感じでいいと思います。こうやってパラパラとつけました。でここでねちょっとだけスプレーをかけます。わざとぼかすわけですね。あんまりくっきり残さずにね。
あんまりかけすぎると元も子もないので少しかけてみました。もうちょっとねここでスパッタリングをしときますね。ちょっと明るいね赤紫を作ります。オペラとセルリアンブルーですね。明るい赤紫色にしますね。もうちょっと明るくしましょうか。このくらいかな。でちょっとねこの辺に散らしておきます。こちらにもねちょっとだけね赤紫色をちょっとね投入しときますね。はい、でねこれ乾かさなきゃいけないんですけど、その前にちょっとねこちらの葉っぱを触っておきますね。葉っぱなんですがあんまり暗くしたくないのでコバルトブルーとバンタンバーとサップグリーンを混ぜて結構薄くします。薄くしといてこの辺りに入れます。でここに葉っぱがないよっていうことなんですが、この辺りに葉っぱあっても不思議はないよねと思えるところにこの色を入れていきます。でしっかり今度はね水筆で伸ばします。もう下がね一旦乾いている上からもう一回こう置いているので、絵の具の色がこう層をなすようにこう広がっていくっていうそんなイメージですよね。この辺りにもうちょっと黄色を入れていこうと思いますね。なるべく明るい雰囲気の絵にしたいのでこの辺りにちょっと入れますよ。そしてしっかりぼかします。しっかりぼかしますね。はい、でちょっと溜まったところはね吸い取っておいてください。からちょっとクマができそうだなと思うところはポツポツ取っておいてくださいね。でこれでねちょっと乾かしていこうと思います。はい、乾きました。ちょっとこの非常に綺麗なにじみが出てるんですが、こういったクマがねちょっと残りました。これねウォーターフォードはほとんど取れません。このくらいのクマならば、あまり目立たないので大丈夫かなと思うんですけど、乾かす前に塗った直後にしっかりこれ始末をしておく必要があると思いますね。でその点スプレーでお水を散らした場合にはこういう線として残りにくいというメリットがありますので、今回ウォーターフォードを使ったということで、スプレーで水を拭くっていうことを多用しています。じゃあね次の段階に入っていきますね。で、こういうね隙間です。一応ね最初のスパッタリング途中のスパッタリングである程度色はついているんですけども、隙間の方が明るい状態で残っているわけですね。でこれはちょっと困るわけです。つまり隙間の方が暗いっていうことを前提にして描いていかなきゃいけないわけです。この細い筆でね、ちょっとずつね形を出していってみますよ。ちょっと暗めの色がいいかなと思いますのでね、この青紫っていう感じですかね。ここにこうちょっと白地が残っていますね。なのでここの白地を利用してここにもう一枚実は花びらが見えてましたよ。ここもねっていうふうにこうやって作るわけです。そうすると隙間を塗ることによって123枚の花びらが浮かび上がってくるっていう寸法になるわけです。でこれはたまたま長く続けましたけど色を途中で変えてみたり途切れ途切れにしてみたりっていうことで、あんまり不自然でなく花びらの形を浮き上がらせるっていう作業をしてみますね。はい、だいぶね埋まってきました。で途中でスプレーをちょっとしますね。これはわざと筆跡がきちんと残らないようにするためです。だからたまたまそこに水の雫があった場合には、ちょっとねこうにじむわけですよね。
それを利用して、きちんとした形にしないっていうことをしているわけですね。で鉛筆の線をちゃんと描いてるアジサイに関しても花びらに関しても、2枚重なってるうちの下の方ですね、下の方に色を置いていきます。だいぶね出来上がってきました。そしてこちらのガクアジサイの方のこの塊ですよね、ちっちゃい花の塊、これをどういうふうに表現するかっていうことなんですけど、塊自体を暗くしたくないので、その塊の下の部分を暗くしていきます。例えばこういう感じに塊があったんですよって言った時に、下の部分ですね、底に当たる部分をこのように暗くしていきますね。これもね微妙に色を変えながらやっていってください。そして上の方には同じ色でプツプツとこう点々を置きますね。マスキングもしてるんですけど、マスキングだけではちょっとやっぱり物足りないわけで、筆を使ってプツプツ感も出すっていうことになりますね。もうちょっとねこちらの花びらを認識できていませんので、ここはね、ちょっと暗い赤紫で、線描をしておきますね。もうちょっと明るい方がいいかな。でこれもね全部塗ってしまわない方がいいとは思いますね。強弱をつけるっていうことと、鉛筆の通りにつけるんじゃなくって、筆の線を生かしてつけるっていうことかなと思いますね。でこちらの飛び出てる花に関してもちょっとね、線描で輪郭をちょっと取っておこうかなと思いますね。この鉛筆の線もね多分ほとんど消えません、ウォーターフォードの場合ね。なので鉛筆の線がある程度残るっていう前提で描いていくわけですけど、鉛筆の線で残すんじゃなくって鉛筆の線の近場に、ちゃんと絵の具で線をつけるっていうことが大切かなと思いますね。この辺りもうちょっとね花びらの数がちょっと足りない感じがしますので、気持ちねこう足しておきますよ。葉っぱの輪郭線ですね、これもちょっと入れておきますね。葉脈は白抜きしていますので、マスキングを取った後にもう一回手を入れないといけないと思いますね。茎もちょっと入れておきます。で茎はクリムソンレーキとサップグリーンで、混ざったような混ざらないような感じで、入れていったらいいと思います。からこれの場合は、ここを通ってここを取って、この後ろへ回り込むっていうことになりますよね。で当然ねこういうところからこう葉っぱがこうもちろん出ます。この葉っぱなんかもちょっとだけねこういうふうに描いておくといいかなと思いますね。体勢で出ますので、こちらに1枚出たっていうことはこちらにももう1枚こう出るっていうことですのでね。この辺りからね枝分かれしていってもおかしくないわけで、こういう枝分かれ感を少しこう出してあげる方が紫陽花らしい感じはしますよね。
からここもね途中からこう枝分かれしつつ先っちょに花がついていくっていうことになります。こちらの葉っぱもねちょっと塗っておきますね。この辺りの色でいいのかなと思いますね。あんまり濃くしないっていうことで、この辺りからこう抜けて、はい、こんな感じでしょうかね。じゃあこれでねもう一度乾かしますね。はい、じゃあ乾きましたので、ここでねマスキングを外していきたいと思います。しっかりねマスキングスパッタリングでつけていましたので、結構ね数たくさんあります。取れる範囲でね鉛筆の線も同時にね取っていこうと思いますね。マスキング液もね綺麗に取りました。でこうスパッタリングでね落としていたマスキング液の跡がこういうふうに白くポツ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 抜けているんですが、これもこう雨の雫が落ちたようなそんな感じもしますし、キラキラ感が出るんじゃないかなと思っていますので、ある程度は潰しますけど、残しておいてもいいんじゃないかなと思いますね。ちょっとねこことここの差があまりないんですね。なのでここにちょっとだけね花びらを付け足しておきたいと思います。明るい青ですね。セルリアンブルーちょっとだけ、オペラを入れてみますよ。これでここの外ですね、ここの外側にちょっとだけねこういうふうにねポロッと出しますね。これで差がつくわけですね。あまりこうズドーンと同じようなところにあるっていうのはあまりつまらないっていうことです。こちらにもちょっと足しますよ。こちらはねちょっと赤くしたいと思いますね。横から見てますのであんまりこう花びらが太くは見えないはずですのでね、ちょっと細めに描いておこうと思います。はい、もう1輪ぐらいね出しておこうかなと思いますね。絵をねちょっと描きますよ。こうやって飛び出したところの絵です。同じ赤色の場合はね、同じ色でいけると思いますのでね、こういうふうにね出しておくわけです。ついでにねここの枝分かれしていってるこう茎ですよね。サップグリーンとクリムソンと合わせたような感じの色で、ちょっとやっていきますね。ちょっとこれ強いので濡れている間に少しね押さえて明るくしときますね。はい、それからここですね、周りに線描で、こうやっておきますよ。そしてこれは外へぼかします。ここの真ん中のプツッとねこれが本当の花になるんですが、これの周りにも少しね色を入れます。この花びらの真ん中にある本当の花の塊、ちっちゃいね、プツッとした塊ですけど、これがほとんど出ていませんので、これの周りをねちょっと暗くしてプツッと感がちゃんと出るようにしとこうと思いますね。こういうところもねちょっとプツッとこうした方が可愛らしい感じもしますし、
いかにも紫陽花らしい感じですよね。これがあるとないとではだいぶ違うかなと思います。スパッタリングがねあちこちに散ってるために、必ずしもそのプツッと出ている分の白抜きっていうことではないわけですけども、ここぞというところはちゃんとねそれらしい感じにしといた方がいいんじゃないかなと思いますね。でそうでないところはね少し上から色をかけて、ある程度埋め戻す必要もあるかなと思います。それとこの軸があまりにも太いので周りから少し細く攻めときますねと非常に繊細な感じになります。から、葉脈がねこれちょっと広すぎますので、葉脈に関してはこの白い線の上からもう一回ね細い暗い線を引きます。で白抜きしていないところの葉脈もちょっと足しとかれた方がいいんじゃないでしょうか。実際はね非常にたくさんの葉脈があるわけですから、ある程度の数を描いた方がいいかなと思いますね。からここの葉っぱもね後ろの方の葉っぱなので、あんまり詳しく描く必要はないんですけど、ある程度は描いといた方がいいかなって思いますね。これもね途切れてますのでちょっとつなげますよ。はい、挙手もねちょっとつけとこうと思います。はい、そしてここですね、ここの絵が白っぽい空間の中に絵が出てるわけで、これ見えないのでこの絵の一部を暗くしてこういうふうにつけときますね。これが全く出てないので、これの周りを少しね色をつけてもうちょっと出しておこうと思いますね。と紫っぽくしときますね。でこれは外側にぼかします、しっかりね。はい、そして始末をしておきます。この中の暗い部分がちょっと暗くないのでもうちょっと暗くしときますよ。花びらと花びらの隙間です。ちょっとぼんやりした感じがしますので、もうちょっとしっかり花びらの形がある程度こう出てほしいわけですよね。と重なり合ってて非常に複雑な感じにはなってるんですが、それでも一応引っ込んだところ飛び出たところの違いをちゃんとさしといた方がいいと思いますよね。ここのところはねちょっとくぼんでるだけっていう感じがしますので、ちょっとねこの飾り花をちょっと出しときますね。からここですね、ここがねこっちにまだ飾り花がある予定だったと思うんで、これもちょっともうちょっと形をね出しときたいと思います。ここのプツプツ感がもうちょっとですので、もうちょっとプツ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 させようと思います。塊の中の明るい部分と暗い部分で、明るい中にもこのプツプツがちょっと暗く見えてるよとかね、そういう感じが欲しいわけです。この葉っぱですね、この葉っぱの形がちょっとねちぎれた感じがしますので、もうちょっとねここまで伸ばしてちょっとね曖昧にしときますね。
でここがねちょっと空きすぎてる感じがしますので、ここにもうちょっと葉っぱ、奥の葉っぱをね足しときますね。例えばこういうところから出てますよっていうことで、だからこの線がちょっと気になりますので、ここら辺もねちょっと、二重三重にアバウトにしとこうと思いますね。最後の飾りですね。飾りというか装飾と言いますかね。装飾的にね仕上げたいので、このね綺麗なオペラのねスパッタリングを少しばかりねここにしときますね。そしてこちらには綺麗なね、セルリアンとオペラを混ぜた明るいね点々をちょっとプツプツっとね入れておきます。ちょっとここをねちょっと物足りないんで、ここを少しだけ暗くしときますね。こういうところです。一部ね奥まったところがまだちょっと奥まった感じがしないので、はい、しっかりね水でぼかして、発色ねさせますね。コバルトブルーの綺麗な色を発色させておきます。ここもねちょっと明るくすぎると思いますので、一応コバルトブルーをかけときますね。でしっかりぼかして、綺麗なねコバルトブルーの色で発色させます。この辺もそうですね、ちょっと弱い感じがしますのでね、ちょっと発色させておきます。ここもそうですね、ちょっとね明るい方なのであんまり暗くするのはどうかなとは思うんですけど、やっぱりちょっとね物足りない感じがします。はい、そしてね、この葉っぱの葉脈ですね、ちょっとこれもねいくらかはつけておきたいかなと思いますので、まだ全然乾いていないんですけど、こんな風にねつけておきますね。ここがちょっとねここがちょっと悪いので輪郭線でねここの形をねちょっとだけきちんとっていうか綺麗にしておきますね。ここです、ね、はい、これでね完成にしたいと思います。じゃあねここにサインを入れておきますね。はい、完成です。